Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。今日も僕の発音が悪くてネイティブに通じなかった単語を紹介します。今日の単語はこれです。力士です。カタカナ発音だと相撲レスラーですよね。最初の部分は日本語の相撲から来ているので、カタカナ発音だともう普通に日本語の相撲ですよね。そしてレスラーの部分は L が1つ、R が2つあります。特にアメリカ英語やカナダ英語、つまり北米英語では最後の R も発音するので注意です。R が2つです。イギリス英語では最後の R を発音しないので R は1つですけどね。どっちにしても L と R が両方出てくるので通じにくい単語ではあります。wrestler。ちなみにこの W と T はサイレントです。発音通りの綴りはこんな感じですね。でも僕は実はこの時点では L と R はそれなりに区別できるようになってたんですよ。だから wrestler は通じたんです。通じなかったのはなんと相撲の部分なんですよ。僕は small wrestler と言ったら small wrestler 小さいレスラーだと思われました。この単語は日本語が元になってはいるけど英単語ですからね。日本語を元にして作った英単語で日本語を知らない英語ネイティブたちが使う単語なのでちゃんと英語的に発音しないと聞き取れないわけです。日本語を聞いたことがない人は日本語の音は聞き取れないですからね。英語の発音はこうです。この母音は長い、う。そしてこれは二重母音のお。おって単独はないですからね。アメリカ英語は必ずおって二重母音です。スーモー。フォニックスを知っている方だったらもっと単純で、綴り通り、ここはロング U、ここはロング O です。英語の綴りのルール通りに読めばいいだけの話です。スーモーレスラー。僕のスモーレスラー。っていう発音だと、英語のこの母音、ロング U がないんですよ。それで日本語のすは単独ですって言うと、うの母音が入ってるんですけど、この後に無声音、濁らない子音が来ると、例えばスターとかって言うと、こういう風にすの後に濁らない子音が来ると、このうの母音がほぼないんですよ。これは母音の無声化とか、あと時々母音の無音化とも言います。これは日本語の発音の話です。それで、相撲みたいに、もの M の子音、って声が出る子音だから有声音なんですけど、有声音の前のすでも実際は相撲とかって早く言うと、すのうがほぼ入ってなかったりするんですよ。母音が入ってたとしても短すぎて英語ネイティブには聞き取れないんでしょうね。あと英語はもうって二重母音ですけど、僕の発音では相撲って二重母音じゃなかったのでこのロング O が怪しかったんでしょうね。そういう理由で small に聞こえてしまったんでしょう。この単語は母音は標準的なアメリカ英語だと単独だとなんですよ。それについての説明の動画も作ってあるので、下にリンクを貼ってあるので、よかったらそれも見てください。それでこの母音は後に L があると、L の影響でちょっと O に近くなりますからね。small みたいに。それで small まで聞こえたら、L がなくても small だと思っちゃうでしょ。だから小さいレスラーだと思われてしまいました。L は発音してないですけどね。だからちゃんと英語の発音でスーモーって言わないとダメですね。日本語から英語になった単語も英単語ですからね。日本語を喋れない人たちが英単語として使っているので、ちゃんと英語の発音体系に合わせて発音しないとダメなんです。日本語が元だからといって日本語の発音のままで言ってしまうと、英語ネイティブには通じないんですよ。ということで皆さんも僕と同じ失敗をしないように気をつけてください。